こんにちは、アンナスです。今日は、100均で買ったアクリルバッジキットっていう推し活ですね。おたこれって書いてありますけど、推し活グッズでバッジを作りました。もう作ったんですけど、なので、こういうものを今から作ります。それでは手元の方にどうぞ。この、バッジを作るおたこれアクリルバッジキットっていうのがあるんですけど、これを使います。これに入れるんですよね。ここの間に何か写真とかを挟んで、直径54ミリのサイズにカットした何かを入れて挟むとバッジになるってやつですね。で、今日はどの図案にしようかなと思ったんですけど、雑貨の刺繍の本のミシン、これもそうなんですけど、なんかね、ミシンの図案私いっぱい作ってて、こっちにもあるけどこっちにもあって、この布がついてる方のミシンをちょっとこれだと幅が入らなかったんで、布を少し減らして、でちっちゃくしてここに入れようかなと思います。ということで早速図案を写していきます。ではコピーしたものを用意して、で布のど真ん中に写すんですけど、待ち針で紙と布をまず留めます。でこれがチャコペーパーで、めくると中にインクがついているので、インクの方を下にして、でトレーサーの細い方でなぞっていきます。はい、それでは写せたので、こんな感じで写ってますね。でちょっと下の布のところを減らしたんで、サイズ的にどうかなって感じですけど、大丈夫そうですね。いけそうかな結構ギリギリですけど、まあ多分大丈夫でしょう。じゃあこれで刺繍をしていきます。枠をはめて、ネジちょっと緩めてから布を挟んで、でネジをしっかり締めて、でピンと張った状態を保って刺繍枠のど真ん中にセットして刺繍していきます。最初玉留めをしないので、してもいいんですけど、どっか小さい並縫いを絵の中に入れます。でギリギリで留めて、糸が渡ってる上、一つ前の穴とかにザクッと刺すと、これで絡まって止まっているので、出ているところをハサミで切ります。で最初丸なんですけど、丸はまず真ん中に1本基準を入れます。それで半分ずつ埋めます。上と下と、バランス見ながら埋めてもいいし、基本的には上半分埋めてから下半分埋めるんですけど、ちっちゃい丸なんでもう埋まればいいですそんなに綺麗にできなくても大丈夫です。なんか自分で絵描いて自分でもよくわかんないんですけど、なんかこの辺にいっぱいついてますよね。でも最近のコンピューターミシンとかだとまたちょっとこの液晶画面がついてたりとか、なんかいろいろあるんですけど、レトロな、どっちかっていうとレトロなミシンのイメージなんですけど、それにしてもなんかいろいろボタンついてますよね。
なのでなんかちょっと適当です。こんなとこにでっかいボタンはないと思うんですけど、まあ可愛いからつけました。それで裏に絡めて、でギリギリでカットします。そして、2番がミシンですね。でここから裏に絡めてこうビュンと飛ぶと、今日布が白いのでここの渡り糸もしかしたら映るかもしれないから、ちょっとそれかまあここにやって、順番的にはここ4番なんですけど、この裏に絡めれば渡り糸が映らないので、ここ全部埋めるっていうことなんですよね。なのでもうここから埋めてしまいます。どこからいこうかな。真ん中に基準を入れてもいいし、これ長方形っていうか直線的なものなので、端から順番に埋めても大丈夫です。これで横横にずっと刺していって、でこの真ん中縦ですね。でまたここの横に刺して、で必ず隣に行かなきゃいけないっていう決まりはないので、前のところでちょっと気になるところもうちょっと足したいなっていうのがあれば戻って足してもいいです。で丸は避けて刺してください。ギリギリまで来たら右半分と左半分と二手に分かれて刺していきます。ここを縦で刺したので、こっち側は横ですね。なんかミシンの右側になんかハンドルみたいなついてますよね。でハンドルそのまま回してもいいけど、なんかそのつまみみたいなので回すやつもあるじゃないですか。なんかさっきからミシンの説明ばっかりしてますけど、そうなんです。なんかまあいろいろあるんでね。で縦横縦でそのミシンの右側のハンドル回すところをこんな感じで刺繍します。それでそのなんかメーカー名なんか書いてあるじゃないですか。ジャノメとかなんかわかんない。ブラザーとかね。あとメーカー名出てこないですけど。でそれをとかまあここにボタンがある場合もあるんですけど、ストレートステッチって言って横にちょっと点々点みたいな感じでなんかここにも入ってる。まあ、この辺はお好みで適当に刺してください。なんか自分のミシンみたいにしたいっていう方はちょっとこう自分のミシンっぽくやってもらってもいいです。でこれで一旦絡めてこの上の部分ですね。もうなんか細かいんでもうやっちゃいます。ここ縦とで糸巻きは横横に刺して、でここに糸がビューンと出てるんでこの糸はアウトラインで刺します。はい、ではアウトラインステッチを説明します。この糸からこう糸巻きから出てるやつですね。まず1目作ります。
こんな感じでちょっと先から出して半分重ねて糸を割らないで糸の下に刺してでまたちょっと先から出してギュッと押して糸の下に入れるを繰り返していきます。で最後は浮いてしまうので同じ穴最後の穴から出して半分だけ重ねるステッチをやるとこれで収まりがいいです。こんな感じでここ糸渡ってますね渡り糸がないように下に裏に絡めてでこのミシンのところからこうぐるんと出てるからちょっと細かいんですけどここもアウトラインステッチで細かいところはステッチをもうすごい小さくするしかないです。何やってるのかちょっと分かんないぐらいなんですけど、こういう感じですね。で重ねる向きは一回下って決めたら下、これは上に重ねたんですけど、その一つの流れで同じにしないと上とか下とかいろいろ重ねてしまうとガタガタになります。でアウトラインの裏っていっぱい絡めれば絡むんですけど、なんかサテンステッチとかこういう混み合ってるところに絡める方がしっかり絡まります。でこんな感じですね。これでミシンが出来上がったのでここの布の部分を刺していきます。布の部分は、まずお花を図案に書いてある通りの向きで刺して、でその後、葉っぱを刺してベースの色の糸を刺していきます。なのでお花はねピンクでやろうと思ったんでピンクと黄色か、つぼみの丸いところは黄色ですね。まず真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。っていう感じでお花と丸いつぼみみたいなやつをまず埋めていきます。はい、お花とつぼみができたのでこのベースの布の色を刺してます。で刺す時に、ここにお花があってでこの下が茎なんで茎のところを溝を作って刺し分けておきます。こうすると後で茎を刺す時に刺しやすいのと、茎を無視して全部一気に布を刺すとロング&ショートにしなきゃいけなくなるんですね。長さ的にちょっと長いので。なのでロング&ショート入れると結構いろいろややこしくなるんで、サテンステッチでやりたいのでできるだけ茎のところをこうやって溝を作って刺し分けるっていう風にしてやるとうまくいきます。で最後周りは周囲はアウトラインステッチで囲むので、なんかちょっと端がガタガタ多少してても大丈夫です。あんまり安心してガタガタさせすぎると大変ですけど多少は大丈夫です。なんとかなります。なのでまずこうやって面を埋めます。なので今一番よくわからない今何やってんだろうみたいな状況なんですけど、ここでしっかり色を入れておくと後からとても可愛い感じになるのでここで頑張って埋めてください。
はい、では布が刺せたので茎を刺します。茎はアウトラインステッチでさっきわざと残しておいた溝のところにアウトラインをやっていきます。でちょっともうなんか何が何だかわけわかんないので図案とかあと写真とか見ながらこの辺が葉っぱかなみたいな、ちょっと適当にもうここスペース空いてるからちょっと葉っぱを足したら間が持つかなとか、そのレベルでやってもらった方がいいです。結構図案写す段階でちょっとずれてて、で多分刺してる間に溝を開けとかなきゃいけないところを開けてなかったりとか、なんか無駄に開けてたりとか、多分いろいろになってると思うので、これ何かっていうと花柄の布をミシンで縫ってるっていう状況なんですね。なのでなんかこう花柄になってればいいです。でステッチが短いとこは無理して分けなくていいんで、もうストレートステッチで茎を表現してもらってもいいです。で葉っぱはこんな感じで真ん中に1本入れて上下左右だから1つの葉っぱがステッチ3ステッチぐらいでだいたい埋まると思うんで、そんな感じで適当に埋めてください。2本で足りそうだったら2本でもいいし、ちょっと長いの入らないなって思ったら短くしてもらったりして、その辺はアレンジしてください。でこれが終わったらこの周りをアウトラインステッチしていきます。ではアウトラインをやっていきます。で布が、外側ここは刺すんですけど、ここの上の部分はこうミシンをこうやってる布の上なのでアウトラインしないんですっていう、なんかこうイラスト的な話になってくるんですけど、ここはなんかこう端っこだから、縫ってる途中なんで何を縫っててどういう状況なのかはちょっと分かんないんですけど、自分でもそこまで設定は考えてないんですけど、とりあえず外側囲うとなんか可愛かったので囲ってください。だけど上まで囲うとなんか何かよく分かんなくなるんで、とりあえず上のここの面の部分をアウトラインはしないでもらえるといい感じになるんじゃないかなと思います。では、水で濡らしたりとか、これ消しペンなんですけど、消しペンで消すなりしてその図案を消していきます。こんな感じで可愛いですね。ちょっと春らしい色合いになりました。それでこれないんですよね。これでいいのかな。これだとちょっとサイズが違うのか。この内側ですよね。ここにはめてくださいってことなんで、ここのサイズが欲しいんだけど、ちょっとじゃあこれであとはもう縮めていくしかないですね。これで切っていきます。
まずこのサイズだとどうなるの？これだとでもこれでいけるのか。これでいけるっぽいので、そしたらちょっとここのチャコペン残っているから、これをちょっと消します。じゃあこれを型紙にしてもいいってことですよね。なんかうっすら点々が入ってるってことは、でもそこまで書いてないんですよね。自分でカットしてくださいみたいな。でも今時コンパス持ってないじゃないですか。その建築系の人とか家に小学生がいるとかだったらありそうですけど、なかなか54ミリの直径を測るって難しいんで、はい、これで綺麗になりました。じゃあ先にこれをもう入れてしまった方がいいのかな。なんかちょっとした糸のもろもろみたいなのもしっかり中に入れ込んで、これ失敗したら外れるんで、あとねこの安全ピンが中に噛んじゃうんで、これもちょっと入れづらいですね、一つねまあ100均クオリティですね。これでグッと押せばいいだけなんだと思うんですけど、ちょっとシワになっている。ちゃんと伸ばして、グッてするとシワになるんだ。本当に綺麗に同じサイズにしないとシワになるってことですね。ちょっとじゃあほんのちょっとだけですけど、でも分かったちょっとこういう挟んだ時に少し噛んでるとこあるんですよね。折り目がついてる、そういうところをほんと1ミリ単位なんですけど、こういうところがシワになってるってことですね。なんかちょっと入れながら調整する感じで、この布がたくさん残っている周りのところは指でしっかり伸ばして、でまたこの安全ピンが噛んじゃうかな。これでだいぶ綺麗に入りましたね。こんなもんかな。はい、入りました。いい感じってことで、これで出来上がりです。ちょっとここ切るのが大変なのと、やっぱ若干周りがね残っちゃうっていうのもありますけど、なんかいつもそのブローチ台で作ってるんで、まあたまにはこういうのもいいかな。難しかった入れるの写真だと綺麗に入るんだろうか、まあわかんないですけど、まあでもなんか綺麗に入ったんでよかったです。皆さんもぜひ作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと会員制のサイト、毎月の刺繍っていうのをやっているので、もしよかったらそこにも入っていただいて、いろんな図案とか、あと限定 YouTube とかやっているので、みんな楽しくワイワイやってるんで、よろしければよろしくお願いします。あと、ネットショップとか、あとインスタグラムとかSNS もやってるので、よかったらフォローしてみてください。
それではさようなら。